はい、こんにちは。アダルト・チルドレンについての電子書籍作家、自分探しイズムです。このチャンネルではアダルト・チルドレンが生きやすくなるための情報を発信しています。よろしくお願いします。また、このチャンネルの動画はすべて、字幕が整備してあります。字幕が必要な方は字幕設定をオンにしてください。では今日はアダルト・チルドレンが無意識で周りは敵という感じ方をしているという話をします。無意識なので気づいていない人は多いのですが、このような感じ方があるといろいろ問題が出ますので、気づいて変える努力をしていかないと生きやすくはなりません。気づいてからがスタートです。それではどうして敵と感じるのかということですが、条件付きでしか愛されない。何かができないと責められる。親のイライラをぶつけられる。親の心理的必要性を満たすための道具にされる。一人では生きられない親にしがみつかれる。などで、親が心理的に敵だった人は、親さえ敵だったのだから、人間は敵だという認知ができるのが自然です。虐待とか暴言、ネグレクトなどはもう分かりやすいですよね。もうそのように育てば人間は敵と感じるでしょう。これは分かりやすい。少し分かりづらい例も出しておきましょう。例えば、子供が学校に行けなくなったとします。あなたが心配なのよ。保健室登校でもいいから早く行けるようにならないとね。今のままでは将来が心配だからもっと強くならなきゃね。と優しい声をかける親がいます。こういう優しい言葉をかける親であっても、本当にベクトルは子供に向いているのかということが一つ大きなポイントになります。子供が学校に行けないと世間に変な目で見られるという恐れを持っている親もいます。この場合はベクトルが子供ではなく自分に向いているのです。親に子育てがうまくいっていないやましさがあって、でもそれを抑圧しているとします。こうなると子供が普通でないとその抑圧しているものに気づかされそうで怖いのです。抑圧というのは認めたくないことを意識から消すことです。つまり意地でも認めたくないのです。認められない人は認めたくないことが意識に上がりそうになることを是が非でも避けようとします。そこで子育て能力がないというやましさを抑圧している親は焦って子供を普通にさせようとします。人にはそれぞれペースがありますが、子供のペースでの成長を待てません。今、便宜上普通にさせようとしますと言いましたが、そもそも子供は最初から普通ですからね。親が心理的に未熟で変な力を加えると子供に歪みが出るのであって、アダルト・チルドレンはみんな普通です。話を戻すと、
心が未成熟な親は、言葉と無意識が一致していない人が多いです。言葉はベクトルが子供に向いている。でも本当は自分のために言っている。子供を自分の都合のいいように操作しているという親は多いです。こういう親は子供にとって心理的には敵です。学校に行けなくなった子供に、お母さんも人付き合い苦手なんだよね。同じだね。学校は行けなくてもお母さんはあなたが好きよ。もちろん言葉だけではなく、親が本心でそう思っていることが前提ですが、いつもこのように言われながら育った子は、この親は何があっても自分の味方だという絶対的信頼感を持ちやすくなります。なら子供に怒ってはいけないのという反論も出るかもしれません。これも同じなんですよね。大切なことは、ベクトルはどっちに向いているかということです。自分がイラッとしたから怒った。自分が恥ずかしい思いをするから怒った。自分が世間に白い目で見られるから怒った。などであれば、子供にとっては敵ですよね。でも本当に子供のためなら怒っても味方ですよね。たった一回の出来事で敵か味方が決まるのではなくて、何十年も続けてきた姿勢で決まるので、すぐには分かってもらえなくても、本当に子供のためであれば、怒ることも味方ということです。そういった意味で、親が子供の味方のふりをしていても、親の無意識では敵だったという場合、子供は周りの人を敵と感じるようになるのが普通だと思います。このようにしてできた周りは敵という感じ方ですが、周りが敵だと戦うか逃げるかという意味の闘争か闘争になってしまいます。勝たなきゃ危険ということで強い人は攻撃的になりますが、弱い人は意見を言ったら拒否されるのではないか、反対されるのではないかと怯えるようになります。おとなしくなって内気になります。今、反対されるのではないかと怯えると言いましたが、この怯えは愛されて育った人の怯えとは違います。周りが味方の中で生きている人が拒否とか否定されるのと、周りが敵の中で拒否とか否定されることは全く違う経験です。我々は世界に生きているのではなくて、脳の中に生きています。なので、愛されて育った人と愛されずに育った人は同じ世界に生きているようでも全く別の世界に生きています。周りは敵と感じている人はピンチでも他人に助けを求めない。体調が悪くても仕事を休まない。他人にお願いしない。などが堅くななまでにすごいです。
おそらくこの姿勢は最初から愛されて育った人には理解できないと思います。また人が怖いというのもなかなか理解が得られないことですが、アダルト・チルドレンは人が怖いという人が多いです。人が怖くなるのはいくつか理由はありますが、周りは敵という感じ方があれば人が怖くなります。クラスに一人敵がいるというのではなくて、クラスの全員が敵という感じです。ここまでひとまとめに敵と言ってきましたが、いつもこちらに攻撃的な敵と、普段は味方のように振る舞っているが、何かあるとすぐに敵になるという2種類の敵がいるといった感じをイメージしてください。そういった意味では、クラス全員が敵なのです。もちろん実際は違いますよ。実際は味方も多いのです。人間は基本的には仲間です。ただこのような人は心理的には全員敵という感じ方をしているという意味です。これでは人が怖くなって当たり前です。人が怖くても社会で生きていれば人は避けられません。そこで無理して人と過ごすことになりますが、人といると疲れる、楽しく過ごせないということになります。このように意識していなくても、心の深い部分に周りは敵という認知があると、ごめんなさい、思考はそれに合わせて生まれます。全部心の奥にある周りは敵というフィルターを通して思考するので、ガッチガチに硬くなります。例を出してみましょう。新しい職場に入ったとします。最初は誰でも仕事はできません。最初は戦力にならなくて当たり前です。なのに、戦力になっていない自分に引け目を感じるのと、周りの目の怖さに負けて、入ってすぐに周りに迷惑をかけてしまうからやめます。などという人が出てきます。これなんかも、周りは敵と感じている人の思考回路です。周りが味方の人は、今はまだ仕事ができないので手伝ってください。できるようになってから仕事で返します。というふうに考えられます。周りが敵になっているから、他人に迷惑をかけるという行為ができないのです。他人と助け合うという発想がないのです。自分にできないことは自分でどうにかするしかないという思考回路しかありません。だから硬いのです。新人時代を乗り越えたとします。このような人が乗り越えたということは、誰かに頼らなくても自分一人で仕事ができる能力があったということです。こういう男性もいれば、こういう女性もいますが、おそらくこのタイプは女性の方が辛いと思います。というのは、本当は女性なのに、女性として扱ってもらえなくなるのです。本当は弱いのに、弱さを見せれない。
本当は甘えたいのに甘えられないということです。本当はもっと気楽に生きていいのです。本当は手伝ってほしいのに助けを求めない。本当は弱いのに強いふりをして生きている。本当は泣きたいのに涙一つ見せない。本当は甘えたいのに全く甘えない。だから自分より劣っている人が誰かに手伝ってもらったりしていると怒りになるし見下すのです。このように弱さを隠して気を張って生きているのは無意識で周りは敵という感じ方をしているからです。もっと進んだ例を考えてみましょう。この動画のテーマは周りは敵という感じ方についてですが、人間の心はいろいろな要素が絡み合ってできていますので、周りは敵という感じ方だけではなく、その他にもいろいろ重ね着をしているのが普通です。例えば莫大な量の憎しみの抑圧や自己愛性人格障害的な要素や病的な劣等感なども組み合わさると、周りは敵という感じ方もかなりひどくなります。こうなると、誰も信用できずに、人への警戒心はマックスで強くなります。こうなると、悪いことばかり予想します。何でもかんでも、自分の身に起こった出来事の中に、誰かの悪意を感じてしまいます。だから自己防衛がすごくなるのです。自己防衛とは守りだけではなくて、攻撃も最大の防御です。このような人は、周りは自分の価値を貶める敵なので、何でもかんでも相手と競おうとします。勝って自分が上に行くことで自分を守ろうとします。これも自己防衛です。このような人は他者の成功を妬むし、常に他者の成功を壊したり、他者を落とす機会を狙っています。ここまで来ると、心の中は怒りや憎しみや劣等感などネガティブ感情で埋め尽くされているから、無意識の必要性で他人を誹謗中傷せずにはいられません。この世の中で生きていれば、たくさんの人の欲求がぶつかり合っていますので、誰かを傷つけることも、誰かに傷つけられることもあります。それでも普通の人は、多少のことは許し合って生きています。でもこのような人は、それに耐えられないのです。このような人にとっては、やるかやられるかの戦いなのです。だから誹謗中傷せずにはいられないのです。そして誹謗中傷するから、どんどん周りは敵という意識がさらに強くなっています。このようにして、怒りや憎しみの塊になっていますが、実際の相手と戦っているのではなくて、
自分の脳の中の相手と戦っているのです。何が余計な憎しみを感じさせているのかという視点で自分を点検してみる必要があります。このように幻の何かにいつも攻撃されているように感じながら生きている人もいれば、見えない何かに守られていると感じながら生きている人もいます。両者は同じ世界を生きているようでも、全く違う世界を生きています。乳幼児期に親が敵だったということは、このようなハンデキャップを背負うことになります。ではここで少し今日のポイントを振り返ります。責められながら育った人、親のストレスのはけ口に使われていた人、親の心理的必要性を満たす道具に使われていた人などは、周りの人を敵と感じる歪んだ認知ができやすいです。周りが敵という認知があるのなら、人間関係がうまくいかないので、仕事や人生全般が辛くなります。こうして仕事が続かなくなったとします。すると、このような子供を育てる親は、この子は弱い。もっと強くならないとダメだよ。この子には困ったね。と言いますが、この子が弱いのではなくて、周りが敵になっているから辛いのです。周りが敵になっていれば、誰でも人生は大変で辛くて苦痛です。アダルトチルドレンを育てるような心が未成熟の親は、子供にかける言葉と無意識が真逆なことが多いです。そこで大変で辛くて苦痛な人生を歩んでいるのに、親が敵だったということに気づいていないアダルトチルドレンも多いです。一例ですが、心のわからない親は、心は度外視して正しいことを言います。例えば、なんで万引きなんかするの？そんな悪い子はおまわりさんに連れてってもらうよ。嘘をつくなんて人間として最低だ。などと正しいことを言います。もちろん正しいです。でも、ベクトルが自分に向いているので、子供にとっては敵です。心のわかる愛のある親は、正しいことは一旦置いといて、子供目線でものを見れます。そうか、寂しかったので、最近お留守番ばかりさせてたもんね、かわいそうだったね。と、このように、ベクトルが子供に向いた上で、正しいことも教える親は、子供にとっては味方です。悲しい出来事があっても親には言わなかった。虫歯があるのに親に言えなかった。親に内緒でメンタルクリニックに通っていた。親に内緒で病院に行っていた。先生に理不尽な体罰をされても親には言わなかった。いじめられても言わなかった。このような人は親が敵だったのです。だから周りは敵と感じている可能性が高いです。だからといって、親を責めていても何も解決しないので、自分の周りは敵だという認知を変える努力をしましょう。認知を変えるには、まず頭で理解する必要がありますが、
脳は読んだり聞いたりしただけではなかなか納得してくれません。実際に周りは敵ではないという体験をしないと納得してくれません。なのに無意識で周りは敵だと感じているのに、自分がそのように感じていることに気づいていないときは、無意識で人を下げたり自己防衛したりを続けます。この状態だと周りは敵ではないという体験ができません。まずは無意識で周りは敵と感じているのなら、それに気づいて、次に怖いですよ。怖いけど、周りは敵ではないという証拠を現実の世界で意識して探してみましょう。怖いことから逃げていると認知はずっと今の状態をキープします。はい、では今日はここまでにします。最後までご視聴ありがとうございました。私はいつも動画を見てくださっている方々を敵だとは思っていません。仲間だと思っています。では仲間の皆さん、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。